今日から3週目。ここからはあなたと世界の間にある見えない信頼を静かに育てていく1週間だよ。1週目では世界が鏡であることに気づき、2週目ではその鏡に映すあなた自身を整えた。そして今週は自分と世界の間にある優しい循環を取り戻していく。世界を信頼するってどうしたらいいの？あなたがあなたをどう扱うかで世界の応答が変わるんだよ。だから今週はあなたの在り方と世界の流れをそっと一致させていくよ。じゃあ一緒にやっていこう。世界はあなたがあなたをどう扱うかをそのまま反射してくるよ。今日のテーマは、私の目的は私。もし今の自分をありのまま愛せないと感じていても、それは自分にどんな態度で向き合いたいのかを静かに選び直す合図なんだよ。自分を大切にすることも、今より少し成長していく方向を選ぶことも、どちらもあなたが選んでいい生き方。どちらを選んでも世界は答えてくれる。自分の扱い方が世界の扱いになるってことだね。静かに目を閉じて、ゆっくり呼吸を整えましょう。深く吸って、長く吐きます。まず、外側にある音や空気の動きを感じてください。同時に、あなたの内側が今、どんな状態かにも意識を向けます。そこがあなたの気づきの中心点です。中心点に戻ったまま、今日のあなたを内側からそっと見つめてください。今のあなたをどんな風に扱いたいか。これからどんな方向に進みたいのか。静かに感じてみてください。今日からできること、次のお休みにできること、あなた自身を大切に扱えば、あなたはもっと自分を好きになる。自分を大切にすることも、今より少し成長していくことも、どちらも人生の目的になる。世界の反射を変える力を持っているんだよ。今日の宣言。私は私を丁寧に扱います。私は成長の方向を選びます。今日のテーマは信念。世界を信じるって頭で頑張ることじゃないよ。選んだ意図に沿って動いてみて、世界が返す変化を自分で観測したとき、そこで初めて確信が生まれる。信じようとしなくていいってことだね。そう、信念は作るものじゃなくて体感が育ててくれる。あなたが選んだレーンに沿って動けば、世界は必ず応答してくれる。その応答があなたの信念を静かに整えていくよ。
静かに目を閉じてみましょう。深く息を吸って、ゆっくり吐きます。気づきの中心点に意識を置きます。今日選ぶ意図を一つ思い浮かべて、ここでは壮大なことより小さくてすぐに確認できることにしましょう。その小さな未来を目の前のスクリーンに短い映像としてそっと映してみます。その中のあなたがどんな状態か、どんな感覚でそこにいるか、静かに感じながら眺めてみましょう。異性が何か言ってきても大丈夫。何度でも中心点に戻る。今日一日、意図に沿って動くことだけをやってみて。信じようとしなくていい。世界が返す小さな変化を観測してみよう。それが信念を育てる。今日の宣言。私は願わず、信じず、期待しません。私は意図します。それは叶うと知っています。今日のテーマは罪悪感。誰かに迷惑をかけた気がしたり、いつかの自分を責めたくなることあるよね。でもそれは本来のあなたを低く扱うただの癖。せめても流れは軽くならないってことだね。そう。だから今日は自分を裁く癖を観測していくよ。静かに目を閉じてみましょう。深く息を吸って、ゆっくり吐きます。最近あなたが悪かったなと感じた場面を一つ思い浮かべて、その時の心境を静かに見つめてあげましょう。よしあしをつけなくていい。ただ、その自分を眺めるだけ。もし罪悪感が出てきたら、それが自分を裁く癖の動きだと気づきます。そして、今映しているそのフィルムをラベリングして、保管庫の奥へそっとしまいましょう。あなたが望む未来を作りたいのなら、自分への裁きは必要ありません。罪悪感はあなたを罰するためのものじゃなかった。ただ、自分を低く扱う癖がそう感じさせていただけ。これからの時間、自分を裁きそうになったら気づいて止まる。それだけで流れは軽くなる。今日の宣言、行くよ。私は自分を裁きません。私は軽い流れを選びます。今日のテーマは自己価値。
SNS で完璧な生活を投稿したり、自分は特別アピールしたり、そういうよく見られたいって気持ちって自信のなさから来るんだよ。つまり、虚勢を張ったり、見栄を張ってばかりいると、自己価値はどんどん下がっちゃうってこと。頑張って、盛れば盛るほど逆効果ってことだね。そう、自己価値は高く見せるものじゃなくて、あるがまま受け取るもの。今日はその感覚を観測していくよ。静かに目を閉じて、深く息を吸って、ゆっくり吐きます。気づきの中心点に意識を置きましょう。最近、自分を少し大きく見せようとした瞬間、または逆に劣っていると思った瞬間を一つ思い浮かべて、その時の気持ちをただ静かに見てあげましょう。よしあしをつけず眺めるだけ。出てきた映像は今日もラベリングして奥へしまってください。あなたはそのままで十分価値がある。自己価値を盛ろうとするほどあなたの価値は下がってしまう。ただ観測してその前提から離れるだけでいい。今日の宣言。私は自分の価値を証明する必要がありません。私は本来の価値で生きています。今日のテーマは心情。あなたの魂は進みたい方向を最初から知っているよ。でも理性が正しさや損得、期待や不安でその声をかき消してしまうことがある。意図を遮るのは理性だったのか。そうだね。でも魂に従えば魂と理性は一致する。理性が全部理解する必要はない。ただ反対しなくなる。そうすれば意図は通り、未来は具現化するんだよ。今日はその感覚を静かに観測していくよ。静かに目を閉じてみましょう。深く息を吸って、ゆっくり吐きます。あなたが何か行動を起こそうとするとき、その動きを止めようとする感覚を一つ思い浮かべてください。面倒くさい。失敗しそう。今じゃない。もっと正しく。人にどう思われるか。それらはあなたを守ろうとする理性たち。でも、意図にまとわりつくと、視界を塞いで、どこに向かっているかさえわからなくしてしまう。そうなる前に、一枚ずつ理性の膜を剥がしていきましょう。正義の膜、恐怖の膜、不安の膜、期待の膜、損得の膜、家の膜。また別の理性が出てきても同じようにそっと剥がします。膜が消えると一番内側に
静かで小さな糸が残る。それが魂の声。さあどうぞ、好きな場所へ。魂の声は静かで説明がいらない。異性はあなたを守ろうとして理由を持ち出す。魂の声に気づいたとき、理性は反対をやめて静かになる。その静けさがあなたの心情。今日の宣言、行くよ。私は本来の自分の心情に従います。私は魂と理性が静かに一致する道を選びます。今日のテーマはあなたの本当の道。心が望まない道に進むと、魂と理性の間に不協和音が生まれる。表面的にはうまくいっているようでも、内側ではずっと落ち着かない。でも心が望む道に進むと、道中すべてが思い通りに動き始める。その道ってどうやって見つければいいの？簡単だよ。本当の道を見つける糸を照射すればいい。魂が望む道だよ。静かに目を閉じてみましょう。深く息を吸って、ゆっくり吐きます。気づきの中心点にそっと意識を置きます。本当の道を見つけるフィルムを選んで、大きなスクリーンに照射してみましょう。光がスクリーン全体に静かに広がっていくのを感じて、心が望む道を行くとき、道中すべてがあなたの思い通りになり、あなたの魂は歓喜します。異性も応援しています。目的地がまだわからなくても、映像の中のあなたは自信を持って颯爽と歩きます。世界のすべてがあなたの味方です。糸を向ければ道は勝手に浮かび上がる。そういうふうに世界はできている。本当の道は探すものじゃなくて、魂がもともと知っている。今日の宣言、行くよ。私は心が望む道を行きます。私は魂と一致した理性の声を受け入れます。今日のテーマは判決を下す。あなたはずっとどう生きるべきか、どう振る舞うべきか、誰かの基準を聞かされてきたはずだよね。でもこれからは違う。あなたの世界の層を作っているのは他の誰でもなくあなた自身。じゃあ、正しいかどうかを決める権利も私にあるってこと？その通り。誰も傷つけない限り、あなたがこれが真実と決めたなら、それはあなたの世界では真実になる。ただ一つだけ必要なのは、自分の基準を選ぶ大胆さ。自分を疑ったり、良心の呵責を抱いた瞬間、あなたの判決は力を失う。今日は自分で自分に真実の判決を下す日だよ。今日は自然な呼吸で大丈夫。簡単なイメージワークをするよ。あなたの前に2つの道をイメージしてみてください。1つ目は明るくて人が多くて整備されていて安全な人気の右ルート。もう一つは狭くて凸凹で人はほとんどいない。でも100年に一度だけ咲く花がもうすぐ咲くと言われている左ルート。右ルートと左ルート
あなたならどっちの道を行く？多分、割とあっさり決められたんじゃないかな。だってこれはイメージワークだから。じゃあ、現実の選択はどうだろう？迷ったり、間違えたり、逃したり、それを悔やんだり。その理由はもうあなたが知ってるはず。異性はあなたを守りたいだけ。あなたが自分の基準で選べば、理性は頼もしいパートナーになる。自分の基準で選んだ道をそのまま進む自分でいよう。それが今日の判決。あなたは鏡じゃない。他人の判決を受け入れる必要もない。自分で真実を選んだとき、魂と理性は一致し、世界はあなたの選択に従う。今日一日、これは本当に私の基準か、そっと観測してみて。あなたが決めたものだけがあなたの現実になる。今日の宣言。私は自分の基準で判決を下します。私は心の声に従って判決を下します。今週は世界を信頼する筋肉を育てた1週間だったね。信念、罪悪感、理性、そして自分への判決。あなたの内側が静かに整っていったはず。そろそろ筋肉ついてきたかな。来週は本来の流れに乗る7日間。さらに軽く進めるようになるよ。今週のポイント。15日目。自分を丁寧に扱い、自己成長すること。16日目。体感を得て信念を築くこと。17日目。自分を裁かないこと。18日目。自分の価値を証明しようとしないこと。19日目。自分自身の心情に従うこと。20日目。心が望む道を選ぶこと。21日目。自分の基準で判断すること。自分自身を信頼するほど、世界を信頼できるようになる。あなたが世界を信頼すれば、世界はあなたの味方になる。筋トレは、継続が一番の近道。筋トレトラッカーを作ったから、印刷して手帳に挟んだり、グッドノートに読み込んだりして使ってみてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、通知設定もよろしくね。コメントやご意見箱からのご意見ご感想がとっても励みになっています。よかったらノートも見に来てね。それでは、次の配信でお会いしましょう。